どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。はい。今回はですね、iPhone 16と iPhone 15 Pro、一応14 Pro もね、比較対象にはしますが、どっちがいいのかっていうね、コメントとかありましたので、比較したいかなと思います。最後どれがいいのかなみたいなところを見たいかなと思うんですが、正直16 Pro でいいかなっていうところはあるんですが、ただ一応見ていきましょうか。最新はね、この16 Pro が出てますので、16 Proをどうするかみたいなところは前回の動画でですね扱ってますので、そちらを見てもらえばなと思います。なのでまずはこの iPhone 16ですね、一旦この新機能というかさらっとおさらいしてから比較というかねお話ししたいかなと思います。今回 iPhone 16登場いたしまして12万4800円で、価格はね据え置きになってます。で9月13日ですね、ちょうど撮ってる今日なんですけども、午後9時から予約開始で9月20日ですね、金曜日に発売になっております。Apple Intelligence は入りました。 AI 機能にはなるんですが iPhone に埋め込まれてます。であとカメラコントロールっていうね新しいボタンっていうのかなが入りました。新機能、あと A18 チップ、最新のものが入っております。性能もアップしてます。で今回すごいバッテリーがね上がってますかね。で超広角カメラも、綺麗になってるんですが、カメラ微妙に綺麗になってるのかな。でウルトラマリン、ティール、ピンク、ホワイト、ブラックになってます。で一応 6.7 インチのねプラスモデルも大きいね、画面が大きいだけかな。あとバッテリー持ちいいだけ。はい。で Apple Intelligence に関しては、年内にまずは英語をですねアメリカ公開というところで、日本はね発表されたんですが来年以降、対応ということなので、今のところあんまり関係ないかな。多分まだ1年ぐらいかかりそうな気がします。メールとかをこう文章の構成をしてくれたりですね、書き換えてくれたりとか、メールのこの優先的に大事なやつとかね、今日例えば返事が必要なメールを優先的に出してくれるとか、提案とかしてくれるのかな。はい。あと絵文字が作れたりとか、画像生成とかですかね。で後ろのこの背景をこう消せたりとか、Siri も賢くなってますよっていう感じですかね。消しゴムマジックとかね。で今回このコントロールところですかね、カメラコントロールが大きく変わった点かなと思います。ここに電源ボタンの下のちょうど右下っていうのかなで、カメラアプリ例えば起動できたりとかですね、ワンタップで、撮影もできます。あとビデオを、動画をね撮れたりとか、さっとこう撮る瞬間、さっとこうカメラをね起動できるのがいいところかなと思います。であとズームとかですね、いろんなこの細かい設定とかもこのボタン上で行える。縦でも横向きでもこう使いやすいのかなっていう配置的にね思います。カメラは基本的にはそんな変わってないかなと思うんですが、48メガピクセルですかね。今回デザイン的には縦向きになってます。はい、新しいのはこのマクロ撮影というのが入ってます。0.5 倍で綺麗にね撮れるようにはなったかな。すごい近寄って撮れるっていうところとか、0.5 倍のカメラ綺麗になってます。超広角かな。で1倍2倍も一応 F 値っていうのが下がっているので光を取り込めるんで、暗い場所でも綺麗に撮れるようにはなってるのか。で空間ビデオはいいかな一応 3D 空間、iPhone で撮った動画で、Apple Vision Pro ですね、 VR ヘッドセットみたいなやつで見ると、ただ60万くらいするんで 3D に見えるっていう感じ。はい。あとオーディオミックスですかね。ビデオ内での声の聞こえ方っていうのを調整できるようになってます。なので例えばこの喋ってる人だけに、音声、動画にして音声だけを強調するとかね、周りの音はその時は消すとかで、話し終わったら風景、背景のね音にもうちょっとフォーカスするとかっていうのが、このフレーム内とか外の音を調整できるらしいです。これ結構ね面白いなと思いました。はい。なのでマイクとかも4つ入ってて向上してますかね、いろいろね。はい。あとフォトグラフスタイル、自分のこの色味とかがねを保存しといてこう使える、調整がねできるっていうのが新しく刷新された感じかな。今もあるんですけど、カスタマイズがよりこう簡単になったのかなっていう感じです。で A18 チップは、iPhone12 から比べるとかなりそれはね、はい。で15と比べても、今回新しい最新のが入ったので強いのかなと思います。特にこのゲーム性能とかね、ゲームできる時間が少し伸びたりとかしてますね。はい。で今回大きいところはこのバッテリーが割と駆動時間が伸びてます。で充電速度も最大 25W で、どうやら USB-C もね 45W とかかな。発表とか仕様ではあんま書いてなかったんですけど、おそらく USB-C の充電速度も速くなってるみたい。15と比べても2時間とか、7時間プラスだと7時間相当変わってるのかなと思いますね。デザインはねこんな感じになっております。
はい、カラーインフューズドガラスっていうねものが使われてますので、ちょっと14とかカラーと比べると色味は全然違うかなと思います。カラー展開こんなところですね。はい、でアクションボタンも入ってますかね。ここでいろんなこのモード、カメラは多分さっきのカメラコントロールがあるんで、ショートカット、ここにペイペイ起動するとかいろいろあるんですけど、自分の好きなボタンとかアプリを割り当てることもできます。もちろん iOS18 を搭載してくるかなと思いますが、そんなところですかね。iPhone16 に関しては、衛星通信とか、事故の、衝突事故検出とか、事故に巻き込まれた時に自動的にこういうのが出てくると、これは前からある機能ですのでっていうところで、今回比較するのは16と、この15 Pro、14 Pro になるわけなんですが、1個2つ前かな。で15 Pro に関してはちょっとまだ Amazon にサイトがあったんであれなんですけども、Amazon では売られてはいましたね。値段はまだ落ちてないんですけども、機能的にはですね、見た目は基本的にはほぼ変わってないかね。16 Pro と比べたら、こっちなのでチタニウム素材になっております。で A17 Pro チップというものが入ってて、若干でも発熱はあるかなと思いますね。で画面は少しやっぱすっきりしてるかなと思います。 iPhone16 よりは。で光学ズームが、Pro Max は5倍かな。今回16 Pro には、入りましたが、15 Pro は1倍2倍3倍になってます。もうなんかすごいことになってるけど、USB-C とかアクションボタンはこっちも入ってますね。15 Pro もね。でバッテリーは若干15 Pro がいいんですが、多分実際使ってみたらそんな変わんないんじゃないかなと思います。スペック的にはいいんですけどっていう感じで、これが今までのというかね、16より1個前のラインナップになってます。基本的には本当15 Pro のね性能が16に入っているような感じではあるんですが、ということでちょっとサクッと比較していこうかなと思います。カラー的には16がウルトラマリンというか結構濃いめにはなってるのかな。でカメラ縦型で2つホワイトブラックみたいな。で15 Pro はナチュラルチタニウム、ブルーチタニウム、ホワイトブラックみたいな4色展開で、14 Pro はディープパープルとゴールドシルバーっていう感じかな。で15はチタニウムなんですけど、こっちはアルミニウムになってるんでちょっと重いですかね。割とテカテカしてるような光沢ある感じで、こっちは少し柔らかめになってます。16はどうなんだろうな、結構ビビッドな感じではありますけど、で価格が12万4800円で、15 Pro がですね、だいたい14万から15万ぐらい、中古だと13万円台でありますけども、そんなに変わんないかな。2万円ぐらい、1万か2万ぐらい、2万円ぐらいの差かなと思います。で14 Pro に関してはあんまりちょっと売られてないんですが、今整備済みが12万円ぐらいにはなってますかね。だいたい、下がってはきてるけどっていう感じ。カラーにはよるのかな。128ギガで16より若干高いかなぐらいの感じではありますが、で画面サイズは全部同じです。 6.1 インチなんですけども、プロモーションテクノロジーってやつかなと常時表示ディスプレイ、画面が滑らか 120Hz、画面が1秒間に120回書き換わってるんですね。こっちは16の場合は 60Hz なんで、ここが見た目の大きな違いかなと思います。画面ので、あと常時表示なんで、時間とかを常に表示している状態にできると。ただバッテリーが若干劣化するかなっていうところはありますあとカラーインフューズドガラス、ガラス自体にカラーが入っているのと、テクスチャードマットグラスかね。こっちなんでチタニウムステンレスになってます。14 Pro はね。でアクションボタンは一緒なんですが、14 Pro は従来通りのこの消音スイッチっていうのが消音モードにするやつで、Apple Intelligence が14 Pro は入ってないチップはいいかな。若干でもやっぱり16と14 Pro でも差はあるんじゃないかなと思いますが、でカメラコントロールが今回16入ってますね。さっき見てもらったやつなので、カメラが48メガピクセルは全部一緒なんだけども、超高解像度って24メガピクセルでも撮れるよ。2400万画素でも通常のやつ撮れるって感じかな。空間ビデオはいいかな。空間写真も撮れるようになってるね。ズームが16は1倍2倍で、プロだと3倍いけます。123。ここは微妙に違うかなっていうところで、ダイナミックアイランドとかはもう全く一緒ですね。ビデオ再生、バッテリーはちょっと後ほどね見ます。で USB-C が端子だね、やっぱり大きく違うのは USB-C の転送速度はやっぱりこのプロモデルが速いですが、14 Pro はライトニングなんで、ここはっていうところですね。逆にライトニングがいい人はいいかもしれないけどね。ここはちょっと注意点かな。認証は全部 Face ID なんで一緒です。充電速度に関しても、16が速いですね。なんでね、一番ワイヤレス充電、USB-C でも速くなってるみたいです。価格はね
16がもちろん一番安いというところかな今。14プロもどうだろう、多分同じぐらいの値段じゃないですかね今市場の感じでも。10万前後じゃないかな一番安くてもね。なので、画面に関しては基本的にはね、一緒ですねほぼ一緒。このさっきの言ったリフレッシュレートのところとディスプレイ常時表示ぐらいですかね。明るさとか解像度に関しても全く一緒ですねで、あと最小輝度っていうのがね一番暗くできるようになったみたいですよ。輝度っていうか明るさを一番小さくしても、それよりさらに小さくなんかできるのかな。これちょっと使ってみないと分かんないんですけど、これ新しく入りましたんでね。で割と違うのはこの重量がね、結構違います。重量が 170g っていうね、軽いんですが、15プロも軽くなりましただいぶ。とはいえ 187g で、14プロに関してはステンレスはもうさらに重いので全然違います、重さが36g 違うともう多分完全に別世界なのかなと思います。で16、ちなみに16プロも少し重くなってるんですよね。199gなってますので、そこをどう捉えるかっていうところはあります。14プロは結構重いです、正直言うと。防水性能とかは一緒ですね。Apple Intelligence カメラも基本的にこの望遠が、少し遠めですね。3倍の光学ズームか、それぐらいかな正直ね。超広角とかも全部一緒ですね。絞り値良くなってるんで、16が一番いいのかな、カメラ的には。ズームは2倍までですけど。で今回16にはですね、この反射防止レンズコーティングっていうのがついております。光の反射とかを抑えてくれるっていう、夜撮る時とかだと思いますかね。ナイトモードのポートレートないけど、あんま使わないかなっていうところはあるんで、動画で違う点で言うとプロレゾが撮れるかどうかと、ログビデオ撮影とか、後から色味を加えれるっていう感じではありますかね。15プロできます。プロレゾはねあんまり使わないと思います。かなり容量取りますので、そんなもんかな。でもね、あとマイクに関してはやっぱりですね、この空間オーディオステレオ録音とか風切り音の低減とかね、さっき見てもらったオーディオミックス、音のね誰が話してるかみたいなところを変えられるっていうところはいいのかなと思います。一応センサーシフト、光学手ブレ補正とかは、微妙にいいみたいですけどね、プロの15、14の方が、そんな変わんないと思います、正直。インカメラに関してはね全く一緒かなこれ何も変わらないかもしれない。このプロレゾが撮れるかどうかぐらいですかね。通信とかに関しては Wi-Fi7 に対応してますね。Wi-Fi6E、あと Wi-Fi6 っていう感じで、そんなものかな。GPS がGPS が若干ねいいのかなっていうところはありますが、そんな変わらないかな多分でバッテリーに関しては、16はでも意外と一番悪いのかな。とはいえ2時間差ではあるので、15プロは思ったよりねそんな良くなかったんで、だいたい実質15と同じぐらいだったので、多分同じぐらいにはなるんじゃないか、もしかしたら16の方が実質使ってみたらいいんじゃないかっていうことはありそうです。14プロは、あんま良くなかったですね正直ね。あとバッテリーの劣化とかに関してもやっぱり常時表示で使うと、割と劣化しやすいなっていうのはありました。高速充電ねGは対応してますけど、そんな感じですかね。USB-C の速度はね、プロがいいです、もちろん15プロがというところでございました。気になる点とかもしありましたらぜひねコメントいただければなと。なのでということで、どっちがおすすめなんですかっていうところ、まず iPhone16 と15 Pro に関しては、基本的にはやっぱ16が、価格とかいろいろなところを加味するとやっぱいいのかなっていうところはあります。15 Pro 自体も一応変えることはね、変えなくはないんですけど、まだそんなに価格がやっぱり、出たばっかりなんで16 Pro がねそこまで変わらないっていうところだったりとか、性能もねほぼこんなに変わんないんじゃないかなと思いますので、それ15プロ買うんだったら、もう僕は15プロ買うんだったら16プロ買っちゃった方がいいと思うんですよね正直ね。なので、16プロ買ってくださいっていう、もし15プロ検討してるんだったら。でこの iPhone16 と15プロどっちがいいんだって言われたら16ですね。16と16プロどっちがいいのかっていうのはまた別の話になってくるんで、それと別の動画で話します。基本的にはこの16でいいんじゃないかなと思います。値段も16の方が安いですし、あとは本当にデザインとか見た目とか自分の好きな色があるのかとかで選んでもらえばいいと思いますので、なんで14から例えば16に変えるとかは全然ありだと思います。14プロ買うのは僕はおすすめしないですあんまりバッテリー持ち良くなかったんで、やっぱ本体が重いっていうところがあるので、個人的には15プロを買うんであれば16、プロを買うのが今おすすめかなっていう。で、コストパフォーマンス
求めたいならやっぱ16で、基本的にはほとんどの人は16でいいんじゃないかなと思います。で最後あとデザインとかで決めてもらえばいいんじゃないかなと思いますので、是非ここら辺もデザインの基本やっぱ好みとかはあると思うんで、性能的に言うとそんな感じかなっていうところです。はい。是非質問とかありましたらコメントお待ちしております。はい。あとコミュニティ欄とかでですね、いろいろと、共有してますので、人気のカラーとかね、はい、どれがいいのかなとか、ウルトラマリンちゃんとか書いてあるけども、コメントもねいろいろこう書いてくれてますので、ぜひチェックしてみてください。アンケート見てみてください。で一応この16と16 Pro に関しては昨日の動画かなお話ししてますし、今回出た製品にあと Apple Watch とか、AirPods とかも出てますので、こちら参考にしてもらえばなと思いますので、ぜひこの動画少しでも役に立ったなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。はい。でまた発売したらねもちろんレビューいたしますのでチャンネル登録してお待ちください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあまたね。はい、ということで、結論から言うと16 Pro 買えというかまだね価格がやっぱそんな落ちてないんですよ。当たり前だけど多分23ヶ月ぐらいしたら落ちてくると思うんですよね。ちょっとまだね最初の数ヶ月はそんなにやっぱ iPhone ってね、良くも悪くも落ちづらいんでね、それがリセールバリューがいいんですよ。使って売ってもそんなに落ちないね、全然5年前の iPhone とか売れるからね、まだこれがすごい、性能的には全然ね14とか、14買うんだったら俺13 Pro、いやどうかな。でもダイナミックアイランド意外と便利なんだよな。でただ重かったんですよね14プロ。15軽くなったし、でそんな値段今変わんないんで、なんなら、16プロでいいかなっていう気がします。もし15プロ狙ってる方であれば、でなんなら16でもいいみたいなね。はい。そこはね話してるから前のやつで、いやようやく争奪戦楽しみですね。ようやく争奪楽しみね。